マゼコンのすごいところ。1つ、2種から7種まで混合可能。2つ、フィルム厚みがぴったり。3つ、大幅に押し出し量をアップ。それではご覧ください。マゼコンにはですね、他社にはない、素晴らしい機能があるんですね。でその一つですけど、ご紹介したいと思いますね。とってもいい機能なんですね。一般的には例えば3種用混合機、5種用混合機とか混合数とかですね、決まってるわけですけど、それ専用になっちゃうんですけどね、我々のマゼコンはですね、いつでも混合数が2、3、4、5、6、7といってですね、増やすことができるわけですよ。これがもう最大の特徴ですね。でその日に合わせて、その日の生産体系に合わせて、今日の例えば1号機は2種混合にすると。で、3号機は昼からですね、3種混合にすると。それから4号機は5種混合にするとかいうことがいつでもできるんですよ。でこの理由については、この混合ユニットというのがありますね。これがですね、脱着ができると。交互なしで脱着できるんですね、石川さん。そうですね、はい。でこれを隣のですね、押し出し成形機のところにホイということで、持っていくことができるんですね。はい。しかもですね、一切の設定もいらない。調整もいらないんです。ね、余ってる混合ユニットをですね、ふーっと掴んで、隣の押し出し機に持っていけば、その段階で混合数がですね、増やしたり減らしたりすることができるんですね。とっても便利なんですよ。ということは、最小の設備投資で最大のですね、混合数が確保できる、そういう話ですね、石川さん。そうですね、はい。これは世界でマリアスだけでしょ、はい、できるのは。そうです、マリアスだけです。そうなんです。しかもご心配な点もあると思います。それはですね、混合比率。これ大丈夫なのかというご心配もあると思いますけどね。で、これも大丈夫なんですよ。このスクリュー間セット、ここに映像にありますようなこの組み合わせがですね、自由にできることによって、ここもですね、調整が全く必要性なく、あらゆるですね、混合比率に対応できるんですよ。資源量の 50%、50% もできますよね。量の少ない数%もできますよね。これがこのマゼコンの基本のミキシングユニットさえつけていただければですね、全てのものがその混合比率に対応できるというふうなお話なんですよね、石川さん。はい、そうです。便利でしょ。便利ですね。はい。インフレーションフィルム、この成形の場合はですね、フィルムの厚みということが非常に気になりますよね。これを従来ですね、どんな方法でその調整をしていたのかというお話をちょっとしたいと思いますけど、一つは流れてるフィルムをですね、この厚みゲージ計、で測ってるんですけど、これ移動しながらこれを正確に測るっていうことは非常に職人技なんですけどね、これ誰でも正確にちょっと測れてるかという疑問があってですね。で2番目はですね、100m、200m といって巻いてるフィルムのですね、その重量をですね、規格の厚みになっていれば、その重量が、規格重量ということで、目標の重量になっているかどうかというふうなことでですね、この2つをセンサーとして、フィルムの厚みのセンサーとしてですね、引き取り速度の調整をするということをやってきたわけですけど、これも1回では石川さん無理ですよね。そうですね、1回ではなかなか合わないですね。何回ぐらいすればいいんでしょうかね。そうですね、2回、3回ぐらいは必要ですね。これなくしてやればね、最初から素敵な厚みのフィルムがずっと作ることができるんですけどね。その問題点ともう一つ厄介なことは、途中でですね、このフィルムの厚みをですね、調整しなくちゃならないということがあるわけですけど、これは皆さんご存知の通りですね、押し出し機の中には、網がありますから、この網詰まり、その他要因によって押し出し量がですね、下がってしまうということがありますよね、石川さん。そうですね、ありますね。この時もやっぱりそのフィルムの厚みを合わせるための引き取る速度の調整をするという作業が必要なわけですね。はい。めんどくさいですね。そうですね。できたらなくしたいですね。はい、
それができるのはこのマズコンについてる機能の一つなんですね。で実際にこれをですね動かしてみたいと思うんですけど、非常に高精度なですねコントロールができるわけですね。制御性としてはですね、流れてるフィルムのこれを制御するラインスピードですね、これをですね 0.1 メーターパー分あたりに非常にシビアにコントロールできるわけですね。で100メーターで引き取る速度がですね走ってますと、それに対して 0.1 メーターのコントロール性があるわけですね。石川さん、そうですね。はい。すごいパーセンテージのですねフィルムの厚みがコントロールできるわけですね。はい。これが最初からずーっと作り続ける、これを全部その厚みに合うわけですね。はい。じゃあ従来と比べてこの辺りにどんなメリットがあるのか。従来のですねフィルムの厚みを調整すると、これについてはどう考えてもそんなに精度がですね、キープすることはできません。そのために、マイナスになっちゃったらフィルムが薄くなってですねクレームになるということも想像されますので、若干プラスに作るということがあったんじゃないかなというふうに想像できるわけですけどね。そうするとこれが例えばプラス 2% ぐらいの厚みで作ってたとしますよね。これ平均的な話しますと。でこれをですね、ゼロにすればですねこの分だけ儲かるわけでしょ。これができるんですよ、このマゼコンのですねフィルム厚みコントロールが。そうすると大体お下白50キロで、年間約120-130万ぐらいの、原料接着ができるという話をですねお伝えしたいわけですね。その分だけフィルム厚みをですね厚くしてお客様に、最終的なお客様にお届けする、それよりかきちんと厚みをですね一定にして安心した厚みでお届けするということができて、しかも原料接着ができるという方がいいと思いますけどね。こんな話なんですよ。押し出し制御、これも面白い技術なんですね。通常は押し出し機のですね押し出し量がわからないということですよね、普通の汎用の本国では。ところがこのマズコンでは現在の押し出し量をリアルタイムにですね計測していますから、押し出し量が下がるとですねそれをですね自動的に調整すると。当然押し出し機なんか網ずいがついてますから、網詰まりによる押し出し量低下ですね、平均すると 2-3% ぐらい1週間下がってきますから、この分量を自動補正しますから、この分だけ生産性アップすることができると。それともう1点は押し出し量をですね、この表示のようにですねデジタル化で表示してますから、今現在の押し出し量いくらなのと、じゃあこの前いくらで作ったのかというのが分かるわけでしょ。ということで、前が例えば50キロで作ってれば、今回は例えば51キロ、いや52キロで作ってみようかなというチャレンジもできるわけですね。そうすれば生産性アップすることも可能です。それをですねこの装置の中にメモリすることができますから、そのメモリによって前回と同じようなものであればですね52キロで作れるということが、再現性がですねキープできますから、これで常に生産性アップができるという話です。